こんにちは。今回は週末の3泊4日で中国・北京の万里の長城に登った様子をお届けします。初日はほぼ貸し切りでピクニックもできた高架上水頂上。2日目はとってもスケールの大きな牡田浴頂上。3日目は最も美しいと言われている金山霊頂上。最後に幻想的な夕日を見ることができる芝台頂上を巡りました。世界遺産の天壇の様子もご紹介いたします。どんどん頂上の迫力がスケールアップしていきますので、ぜひお楽しみください。北京首都国際空港に到着しました。東京から北京まではわずか4時間で到着します。今回は往復ともに JAL を2人で利用して約23万円でした。空港にはお昼頃到着し、これからなんとピクニックができる万里の長城へ向かいます。荷物を受け取る場所まではこの電車で移動するので、早速スケールの大きさを感じました。飛行機を降りたら入国カードの記入と指紋登録を行います。指紋登録は日本語のアナウンスがあり、楽々で登録することができました。空港はとにかくとっても広くて綺麗で美しくて、ものすごく異国感を感じました。電車に乗った先で荷物を受け取って出発です。なんとパンダがお出迎えをしてくれて、早速中国感を感じることができました。タクシーに乗るには別の建物まで移動します。リリという配車アプリを初めて使うので、ちょっと緊張しながら移動しています。ウーバータクシーのような感覚でタクシーを呼ぶことができます。無事に配車を確定できました。実は中国を旅するには中国独自のアプリが欠かせませんでした。旅行を考えている方は動画の後半で紹介するので、詳しい情報を参考にしてください。ものすごい数のタクシーが迎えに来てくれているので、見つけられるのか不安だったんですけれど、運転手さんが見つけてくれて無事に乗ることができました。今回宿泊したホテルは空港から車で約1時間半の場所にあります。中国はタクシー代が日本よりもかなり安いので、この日は1時間半高速道路に乗って日本円で5000円ぐらいでした。ここはピクニック体験ができる宿です。宿を探していた時、このホテルでピクニックを楽しむ方々の写真を見つけて、なんだこのホテル、面白い体験ができそうだなと思い予約しました。ここでは餃子を作るイベントも人気なんだそうです。宿泊代はなんと2人で1泊1万円。ピクニック代はオプションとして追加して、現地でこうしてお支払いしてから楽しむことができます。お部屋はとっても可愛らしくて清潔感のある安心できるお部屋でした。では念願の万里の長城へ向かいます。ここからはぜひ景色や現地の様子をお楽しみください。営業時間5時までって書いてあったんだけど大丈夫なのかいいんじゃない？な。すげえ余裕そうじゃん。後ろもすごい。本当だ。谢谢。看看。おお、すごいすごいすごい。お、もっと上がある。Yeah, Beautiful. beautiful. This is like a horse loaded. Yeah, Huh. you take my bag too. It's a uni. Beautiful.
いてユーザーさん。うん。これ教師やったのもまじゃあいただきます。いただきます。お、ここでも同じことしてる。なんて可愛いんだこの子は。2日目はスケールと迫力あふれるボデン浴頂上です。一般的に観光客がよく行く頂上は2つあり、1つが発達霊頂上、もう1つがこのボデン浴頂上です。このボデン浴頂上の方がまだ人が少ないので、北京市内から手軽になるべく人混みを避けて楽しみたいという場合にはこちらの頂上がおすすめです。ありがとうございます。おありがとう。ありがとう。ありがとう。すごい。すごい。ボデン浴頂上の特徴は乗り物を楽しめるところです。チケットは事前にネットで買うことができます。チケットは2種類あり、往復でケーブルカーを利用する A パターンと、行きはリフト、帰りはスライダーかリフトを選ぶ B パターンがあります。ただし A と B は運営会社が違うので、右のようなパターンで楽しみたい場合はネット上でチケットが売っていないので、現地の窓口で別々に買う必要があります。注意してください。
この調子で行こうか、じゃあ。行きましょう。一応ここに売店があったんだね。まあでも下るところだね。何分待ちなんだろうこれ、果たして。これは個人手配は結構非効率かもしれないね。
3日目は最も美しいとされる金山霊頂上と幻想的な夕日を楽しむことができる芝台頂上に登ります。他の頂上より人が少なく舗装もあまりされていないので、雄大さやありのままの頂上を特に楽しむことができます。この2つは個人手配で訪れることが難しい場所にあるので、北京市内を出発する1日ツアーを使って訪れました。お、見えてきた見えてきた。見えてきたね。おー、すごい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 。あ、でも霧の中にあっていいね、確かに。Beautiful. Beautiful. Yeah. Excellent. おー、見えてきた。おーおー、すごい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 。おー、すごい。あー、すごいすごい。おー、すげえ。おー、すごい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 。これは幻想的だな、確かに。谢谢。谢谢。 A long time ago. Yes, yes. Here, DK rice with limestone, water, eggs, chicken egg. Yeah, mixture. Yeah, ここには卵の殻がミックスされてる。なるほどね。because no cement. Long time ago. 昔々。へえ。 Yeah. The うわ、すげえ。壁だよ。壁だね。ウォール。ウォール。ウォール。 Whoa. steps. すんごい急。うわ、ほんと壁だな。 Watchtower. ウォッチタワー。 Watchtower, 2 stories. 1, 2. 2 stories. First floor, number 1, first floor, sleeper. Yes, yes. General and yes, here sleeper and for storing the weapons. すごい。涼しい。あ、涼しいね、確かに。おー、すごいね。だからみんなここで寝てたんだ。なるほどね。涼しいから。見えないね、先が。今日は本当に綺麗。結構すごいね。ね。ねいやなんかさ、3日間それぞれ違う表情の万里を見れて、え。初日は晴れて、今日は霧で、昨日は曇り。うん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 。600年前、600年前に作られたものだそうです。この壁がないのが綺麗だね、ここ。うん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 。これだから落っこちたんじゃない？あ、落っこちた。すごい、この景観がすごいな。Row, and then we meet there, walk there, go down, Okay. go down, Okay. and take you to Watertown Village. Okay. Okay.
色で本当に一番綺麗かもしれない。午後はとっても険しく美しい芝台頂上に訪れました。地図で見ると近いのですが、車に乗ると約30分ほどかかります。実は芝台頂上の周りにはコークスイチンというテーマパークのようなところがあります。ここは中国の昔ながらの街を再現・復元した街で、温泉リゾートホテル、民宿やレストラン、文化体験ができるようになっていて、頂上とセットで楽しむことができます。夕日までの間はここで楽しむことにしました。Yeah. なるほどね。唯一夜営業してるからね。あーでも景色が良さそうだな。すごい綺麗だね。頂上も見えるし。Which one you like? You need this or like this? Like this. Yes. オッケ試食してめちゃくちゃ美味しかった抹茶アイス。ー。抹茶アイスゲット。イエーイ。食べましょう。いっぱいある。うわ、すごっ。見て見て見て。おお。うわ、うわー、綺麗。うわ、綺麗。おお。うわ、すげえ。マジですごい。信じられねえぐらい綺麗。ここが一番のところ。やばい。何これ。なんだこれ。うわ。あれか。あそこダメなのか。
よし、ゴーゴーゴー。これ、うわー、よかったー。綺麗。なんて綺麗なんだ。最高。急いで帰るぞ。よし、ありがとう。よし、行こう。うわ、早めに行かねえと。よし。これだよね。これで折り返せば。違う。もう一個あっち。マジ？そうだよ。結構やばいね。もう急いで走って下る。気をつけて気をつけて。ありがとう。くだらない。うわ、沈む。在你游览过程中，请您注意脚下台阶，不要倚靠关卡、绳小护栏，详情超越他人、奔跑打闹、跳跃或从事其他危险动作，调整群里，禁止吸烟。感谢您的配合，祝您旅途愉快。やべえ。バイバイ。沈んじゃった。いただきます。おいしい。うまい。
では最後に中国への旅行を考えている方に向けての情報共有です。中国は単に電波が通ったとしても回線の都合で使えないアプリがいくつかあります。Google 翻訳が使えなかったり Google マップも正確ではありません。Instagram や LINE も使うことができません。使えるようにする方法もあるので後ほど説明します。また市内の観光地は前日までに予約をしないと入れないところがあるので予定が決まったら早めに予約がおすすめです。旅行中はパスポートを見せて入場する場面がかなりあるので必ず持ち歩いた方が良さそうです。アプリはこの5つがあれば大丈夫です。一番左は通信の eSIM アプリでセイリーというアプリを私たちは使いました。これは Google や LINE を使うことができたのでとても便利でした。次に地図アプリはバイズー地図です。すべて中国語の表記ですがなんとか使うことができました。次が WeChat。こちらは中国内での LINE のようなものです。翻訳機能を使って宿の人とコミュニケーションを取ったり支払いをすることができます。次がアリペイ。これも中国内での支払いに使います。この中にタクシーアプリのディディが入っているのでタクシーを呼べますが、心配な方はディディのアプリ単体も別でダウンロードしておくと安心です。これらには電話番号認証やクレジットカード登録が必要なので日本にいる間に済ませておくことがおすすめです。最後です。こんな風に行く場所の中国名をメモで残しておくとすごく便利です。地図やタクシーアプリにそのままコピペできたり、言葉が通じなかった時現地の人に見せれば意思が通じたりするのでこれをやっていてすごく良かったことでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったり役に立ったらいいねやコメントで応援していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。